ダンディ、私のゲームプレイしてくれた人3人だけだった。カオちゃん、それな、今どの個人開発者もぶつかってる壁だぞ。学ぶべきはゲーム開発力じゃない、ビジネス力だ。じゃあ必死でスクリプト覚えてるの意味ないの？ダンディ個人ゲーム制作対戦、解説は俺ダンディだ。カオちゃんです。今日もよろしくお願いします。ラマも今日はスタートからいるぞ。今日はな、個人開発者にとって結構えぐい話をしていくぞ。話は数日前に遡る。カオちゃん、さっきの話詳しく聞かせてくれ。実はゲームを作ってラマゲーフェスってイベントに出したの。もちろん架空のゲームフェスである。半年かけて作ったシューティングゲームで必死で宣伝もしたのに。我々ラマも作ったぞ、そうめん RPG。 ラマ、それ私が手伝って作ったやつだよね。で、プレイ数は3人だったと。そう、ラマ入れて3人。落ち込む気持ちはわかるが、これはカオちゃんのゲームが悪いわけじゃない。実はな、世界最大のゲームイベント Steam Next Fest でも同じことが起きてる。プロのイベントでも？ Steam Next Fest の残酷な数字。Steam Next Fest はな、リリース前のゲームのデモを1週間まとめて公開するお祭りだ。今年の2月版は史上最多3500本以上のデモが並んだ。3500本、もう混雑すぎない？ここでクイズだ。参加したデモの中央値、つまりちょうど真ん中のゲームがゲットしたウィッシュリスト数、いくつだと思う？1000くらい？我々ラマも1万と予想する。答えは後半のお楽しみだ。ただ言っておくが、お前らの予想は全部外れだ。気になる。勝ち組トップ10の顔ぶれ。じゃあその3500本のうち勝ち残ったトップ10ってどんなゲーム？バルブの公式発表だとこうだ。1位マラソン、2位バーグリンノームズ、3位ウィンドローズ。4位以降も教えて。4位ヴァンパイアクローラーズ、5位ファーファーウエスト、6位アウトバウンド、7位タキシックコマンド、8位ワンダーブルグ、9位フェイトトリガー、10位エブリシングイズクラブだ。1位のマラソンはデスティニーを作ったバンジー製。これは反則級だな。大手が混ざってるんだ。で、面白いのが3位のウィンドローズ。ウズベキスタンの小規模スタジオの海賊ゲームなんだが、1週間で100万ウィッシュリスト突破だ。我々ラマも海賊になるべきか。ネットフリックスでワンピースを見るぞ。無理じゃないかな。6位のアウトバウンドはキャンピングカーで旅するコージーゲーム。デモに5万人が触って 85% ポジティブ評価。生き残り組の5つの共通点。トップ10を並べて眺めると5つの共通点が見えてくる。1つ目、強力プレイ設計。トップ10のうち半分以上がコープだ。なんで協力プレイが強いの？配信映えするからだろうな。友達と騒げるゲームはそのまま実況者が食いつく。2つ目、タイトル。一撃でコンセプトが伝わること。 Everything is Club、 全部カニ。バーグリンノームズ、ノーム強盗。聞いた瞬間にイメージが湧く。3つ目、既存 IP や既存コミュニティの活用。マラソン、ヴァンパイアクローラーズ、トキシックコマンドはブランド力で先行してる。なるほど、ゼロから認知を取らなくていいんだね。4つ目、短く高密度なデモ。30分から1時間でこのゲームの核が伝わる設計。5つ目、実績のある開発者。勝ち組の大半は初めてのゲームじゃないスタジオだ。我々ラマも実績を積まねば。実況者を意識せよ。ダンディは自分でもゲーム出したことあるの？あるぞ。昔ニコニコがやってた RPG 集まるってプラットフォームで俺のゲームがデイリーランキング1位になった。すごい。どうやって1位取ったの？当時意識してたのはストリーマビリティってやつだ。ストリーマビリティ？ざっくり言うと、実況者がこのゲーム実況したら伸びそうだなって思う印象のことさ。ニコニコのインタビューでもそう答えた記憶があるな。
で、実際に有名な実況者さんが実況してくれたことでプレイ数が伸びたわけさ。我々ラマも実況者に愛されねば。ラマは無言で草食べてるのが一番可愛くてハイそうだね。ゲームじゃなく体験のシナリオを描け。ただな、注意点がある。俺の1位は生存者バイアスかもしれん。生存者バイアスって？成功した人の話だけ聞いてこれが正解と思い込むやつだ。失敗した人の話は表に出てこないからな。でもストリーマビリティは無視できん。そのために俺が言いたいのはこれだ。ゲームのシナリオだけじゃなく体験のシナリオを描け。体験のシナリオ？プレイヤーはどこで誰とどうやってこのゲームを遊ぶのか、その結果どんな得があるのか、そこまで含めて設計するってことだ。遊ぶ場所、相手、遊び方、得られるもの、4つ全部考えるんだね。その4つが見えてないゲームはプレイヤーの生活の中に居場所を作れない。成功分析の限界。さあ、ここで最初のクイズの答えだ。中央値のミッシュリスト数いくつだったの？200だ。200？ さっきの1000予想から遠すぎる。上位 5% でやっと7000。前年は1万だったから強者ですら前年割れしてる。じゃあ今日教えてくれた5つの共通点を真似すれば勝てるってこと？残念だがな、それも違う。今回の5つの共通点を全部取り入れても次のネクストフェストで勝てる保証はない。じゃあどうすれば？次回は共通点が変化してるかもしれんし、市場のトレンドは1年で様変わりする。こうすれば成功するの法則なんてインディー市場にもどこにもねえんだ。自信満々に成功法則を語るやつはバカか詐欺師のどちらかだなんてブラックジョークもあるぐらいだぞ。どっちも嫌だね。学ぶべきはゲーム開発力じゃなくビジネス力。法則がないなら私たちはどうすればいいの？希望はある。普遍的なスキルを身につけることだ。一つ目、コピーライティング力。コピーライティングってキャッチコピー作るやつ？そうだ、コンセプトを一言で伝える力だな。エブリシングイズクラブみたいに。二つ目、事前のコミュニティ構築。SNS やディスコードで半年前からファンを集めとく。三つ目、ストリーマビリティの設計。これが俺のおすすめだ。でもメディア運営って大変じゃない？そこがミソでな。自分で伸ばすのが大変ならすでに影響力があるストリーマーの力を借りる方が早い。総じて言うと、伸ばしたいなら学ぶべきはゲーム開発力じゃなくビジネススキルだ。我々ラマもビジネスせねば。ほんとなんでいつも複数形なんだろう。ゲーム一本で食っていくのは推奨しない。ただしここで念押ししとぶぞ。ゲーム制作一本で食っていくは俺は推奨してない。前回も言ってたね。ああ、詳しくは過去の動画9割が売れない個人開発ゲーム界で生き残る5つの戦略門を見てくれ。なぜ稼いではいけないのだ？ラマはその時いなかったんだっけ？稼ぐのはどんどんやるべきだ。ただこれ一本で生きるんだって思った瞬間、楽しい趣味には二度と戻れなくなる。さらにトンネリング効果ってやつにはまる。トンネリング効果って？視野が狭くなって正常な判断ができなくなる心理だ。ゲーム開発ではありきたりで平凡なアイディアしか出なくなる。例えば天才アダム・グラントのオリジナルズ、誰もが人と違うことができる時代って本では、成功したい気持ちが強いクリエイターほど平凡な作品しか作れなくなる現象が紹介されている。なんでそんなことになっちゃうんだろう。グラントさんが言うには、失敗できない気持ちが強い人ほど既存成功例の劣化コピーになって平均化するからだそうだ。異世界転生したりデスゲーム始めたり？いや、異世界転生やデスゲームは料理でいうと材料みたいなもんさ。調理法でいくらでも美味しくなる。でも調理法が同じだと目立たないだろ。そうなると有名な人や元からフォロワー多い人には太刀打ちできないよね。そうそう、資金がない人が投資で失敗しやすいのと同じだな。投資もクリエイティブも人と違うことをしないと勝てないから。
我々ラマも余裕を持たねば。ラマはいつも余裕そうに見えるけど、根源的な人間の性質を学べる2冊。でもビジネス学ぶのって抵抗あるよね。大変そうだし。それじゃあ初心者にも読みやすい本を2冊を紹介しよう。1冊目、進化論マーケティング。進化論？マーケティングと関係あるの？進化心理学をベースにした本だ。人間は8つの本能を満たすために商品を買ったり広めたりしてるって話だな。レゴとか実際の企業の事例が豊富でコンテンツ作りの参考書として優秀だ。2冊目、10倍売れるウェブコピーライティング。手に取っているという実感が伝わりそうです。バズブってとこが書いた本でネットでのコピーに特化してる。コピーライティングの本ってたくさんあるよね。そうだな。ただ読書慣れしてない初心者には難しかったり、ネット事例と合わなかったりする本が多い。この本はネット前提だから頭に入りやすい。どっちも数年前の本だが、人間の脳みそは原始時代からほぼ変わってない。根源的な性質を扱ってる本は長く使えるってことだ。我々ラマも剣士から進化してない。そうなの？しれっと嘘言うな。ダンディ、私決めた。何を決めたんだ？次にゲーム作るときはちゃんと誰がどこで誰と遊ぶかに考える。それとコピーライティングの本、今日こちる。おお、まあ図書館で借りて読むのもおすすめだぞ。無料だし。我々ラマもコピーライティング極めねば。ってことで今日のまとめだ。3500本の中で勝った10本の共通点は参考になる。だが真似すれば勝てるわけじゃない。学ぶべきは普遍的なスキル、コピーライティング、コミュニティ構築、ストリーマビリティ設計の3点だ。そして楽しい趣味として続けられる範囲で稼ぐ。1本で食うと決めた瞬間に視野が狭くなるからな。概要欄に紹介した2冊のリンクと関連動画を貼ってある。気になるやつはチェックしてくれ。ではまた次の動画で会おう。筋肉スクリプト。